皆さんこんにちは。ずんだもんなのだ。お手伝いのメタンです。今日は配信者の電卓アプリのセレクタ機能について説明するのだ。まずはカシオ式の場合ね。行きましょう。セレクタというのはビジネス電卓についているスイッチのことを指すよ。これから行う計算の切り捨て、切り上げや小数点以下の桁数を指定するためのスイッチね。本アプリではスペースの問題もあって直接のスイッチ表示ではなくてセレクタボタンで代用しているよ。ボタンには今の状態が表示されているのね。セレクタボタンを押すとセレクタダイアログボックスが表示されるよ。このセレクタ画面の内容はカシオ式とシャープ式の場合で異なるのね。そうだね。このため今回の動画ではカシオ式のことだけを説明しているよ。シャープ式については別な動画を用意しているのでそちらを参照してくださいね。セレクタの基本的な使い方はラウンドセレクタで動作を選択して小数点セレクタでそれを生かす桁数を指定するというものだね。2段階の動作になっているのね。まずラウンドセレクタで F を選択すると表示できる桁いっぱいまで表示するよ。これはセレクタがないタイプの計算機と同じ動作のことね。この時には小数点セレクタは無視されるわ。ラウンドセレクタ、カット、輪切り捨て動作、アップは切り上げ動作、5スラッシュ4、和四捨五入の動作だね。見たままの内容ね。小数点セレクタの動きについてラウンドセレクタがカット、輪切り捨て動作の時を例にとって挙げてみるね。小数点セレクタで2を選択すると小数点以下2桁を生かすことになるよ。カットの切り捨て操作を 0.001 の位に適用することになるのね。小数点以下2桁より下が切り捨てられた結果が得られるね。小数点セレクタ @2 というのはどういう時に使うの？ @2 を選択しておくと小数点キーを押さなくても入力した数値の日の2桁に小数点を自動的に付加してくれるんだ。ドル、セントなどの計算をするときに使うことが想定されているよ。小数点以下が2桁で固定されていると分かっている場合に入力を楽にできるのね。日付計算条件セレクタは日数、日付計算ができる局面の時に効果があるよ。画面の図をご参照くださいね。型落ちの時は最初か最後の日を計算に含めないことになるよ。両入りは最初と最後の日両方とも計算に含めるね。両落ちは最初と最後の日両方とも計算に含めないね。型落ちの方が通常の感覚に近いと言えるかしら。セレクタ内容はこのダイアログボックスのほか設定画面の計算タブでも変更できるわね。どちらで設定しても連動しているので同じように反映されるよ。カシオ式のセレクタにはアンサーチェック機能の選択はないので。アンサーチェック機能はシャープ式独自の機能だからね。その代わりカシオ式オリジナルの再チェック機能があるよ。これは出荷時の計算機では MJ120W に実装されているね。これまた別な動画で説明することになりそうね。以上がこのアプリのセレクタの使い方なのだ。実物の電卓と同じように動作するから実物の電卓に関する解説を読んでもらってもいいかもしれないわね。それではまたお会いしましょう。